かつてない初めの時、世界がまだ形をなす前、すべてが創造主の意志によって定められていました。この物語は、アダムの家系をたどることから始まります。アダムという名の初めの人は、神の像に似せて作られ、その息吹によって生命を得ました。彼と彼の妻、イブはエデンの園で暮らし始め、そこで人類の歴史が幕を開けたのです。神はアダムとイブに多くの子供たちを授け、彼らは男女としてこの新しい世界で神の祝福を受けていきました。そして神は彼らすべてに人類という名を与えました。その創造の瞬間から、彼らは神の愛と導きを一身に受け、その恵みの下で多くの子孫を設けたのです。アダムが130年生きたとき、彼は自らの肖像と形状を持つ息子、セトを設けました。彼にアダムの知恵と力が受け継がれることを願いました。セトがこの地に誕生してから、アダムはさらに800年生き、その間に多くの息子と娘たちが生まれました。アダムの生涯は合計で930年に及びました。そして彼は静かにこの世を去り、永遠の休息に就いたのです。セトが生きた105年の後、彼はエノスという息子を授かりました。セトは自らの子に対し、神との調和を教え込み、彼が真の道を歩むよう導きました。エノスの誕生後、セトはさらに807年の長きにわたり生き続け、その間にも多くの子供たちを設けました。彼の寿命は合計で912年にも及び、穏やかな老後を迎えてこの世を去りました。エノスは90年を生きた後、ケナンという息子を持ちました。ケナンは父と同じく、神の恵みを受けながら生まれ、若くして大きな期待を一身に背負いました。エノスはケナンの誕生後、815年間生き続け、彼もまた多くの子供たちの父となりました。エノスの生涯は全体で905年であり、彼の時代もまた平和に満ちていました。ケナンは70年生きた後、マハラレルという息子を設けました。マハラレルは新たな世代に神の教えを広める役割を担い、その聖なる使命に生涯を捧げました。ケナンはその後、840年間生き、他にも多くの子孫を残しました。彼の生涯は910年に及び、多くの知恵と経験を子孫に伝えることができました。マハラレルは65年生きた後、イレドという息子に恵まれました。イレドは若くして多くの困難に立ち向かい、信仰を深めることでそれらを乗り越えました。マハラレルはイレドの成長を見守りながら、830年間さらに生き続け、多くの教えを伝えました。マハラレルの生涯は895年に及び、彼の死後も彼の教えは子孫たちに受け継がれていきました。このようにして、アダムの子孫たちは代を重ねるごとに数を増やし、地上に広がっていきました。それぞれの世代が新たな命を育み、教えを伝えることで、神との契約を守り続けたのです。この家系の記録は、ただの名前や数字の列挙ではなく、神の恵みと指導の下での生活、そしてそれがどのように次世代に影響を与え続けるかの物語です。それは、我々がどのようにして自らの運命を形作り、道を切り開いていくかの教訓を含んでいるのです。イレドが162年を生きた後、彼はエノクという息子を授かりました。エノクは特別な存在で、彼は若い頃から神との深い絆を築き、その信仰心は並外れていました。イレドはその後、800年の長きにわたって生き続け、多くの子供たちを設けましたが、エノクとの関係は特に深く、彼の霊的成長を見守ることに多大な喜びを感じていました。イレドの生涯は合計で962年に及び、彼がこの世を去った時、多くの知恵と教えが子孫たちに残されました。エノクは65年を生きた後、メトセラという息子が生まれました。しかし、エノクの人生で最も注目すべきことは、彼が神と共に歩んだ300年間です。この期間、彼は地上の悩みを超越し、神から直接的な導きを受けるという特別な恩恵に預かりました。
そしてエノクは地上での役割を終えた後、死を経験することなく神によって天に召されました。彼の生涯は合計で365年でしたが、その生き様は深い経験さと信仰の模範を示すものであり、後の世代に大きな影響を与えました。メトセラは187年を生きた後、ラメクという息子を設けました。メトセラの生涯は特に長く、969年に及びました。彼は長寿の中で多くの子孫を見守り、数々の変化の時代を経ても、常に神の教えに従い続けました。彼の歴史的な長寿は、彼の信仰の強さと神への献身を象徴しており、彼の死は多くの教訓とともに記憶されています。ラメクが182年を生きた後、彼はノアという息子を設け、彼には特別な使命があると感じられました。ノアの誕生に際してラメクは宣言しました。彼は私たちがこの呪われた地で行う労苦と苦痛を慰めるものとなるだろう。ラメクの生涯は合計で777年に及び、彼の死後、ノアは彼の言葉通りに人類の希望となる存在へと成長していきました。ノアが500歳になった時、彼はセム、ハム、ヤペテの3人の息子たちの父となりました。彼の人生は、父ラメクの予言が示した通り、人類にとって新たな希望の光となる役割を果たす準備が整っていました。ノアは神から直接の指示を受け、未曾有の大洪水に備える大きな任務を帯びていました。この任務は彼一人の力によるものではなく、彼の家族全員がその一部となり、信仰と服従の精神を持って共に取り組むことが求められました。この家系の記録は、単なる過去の話ではなく、未来への教訓をも含んでいます。それは、神との信仰を保ちながら、試練と困難の時にも、正義と善を行うことの重要性を我々に教えています。ノアの物語は、彼がその子孫と共に新しい世界を築くための基盤を作ったことで締めくくられ、それは彼の先祖たちが守り続けた信仰と価値を次世代に確実に引き継ぐ役割を果たしました。この物語全体を通じて、我々はどのようにして自らの運命を形作り、道を切り開いていくかの道しるべを見出すことができます。また、神の恵みに感謝し、その導きに従うことで、どれほど厳しい状況であっても、希望を持ち続けることがいかに重要かを理解する手助けとなるでしょう。ノアと彼の家族の旅は、彼らの信仰と行動がいかに強力な影響力を持っているかを示す例として、今後も語り継がれるに違いありません。こうして、アダムからノアへ至る家系の物語は終わりますが、その教訓は永遠に続きます。それは我々が直面する困難に立ち向かい、世代を超えてより良い未来を築くための不変の原則を提供してくれます。